ルービックキューブのようにひねるだけでビーガンケーキの素としては優秀でした。ごきげんよう、あすママです。今回は帰宅後ルーティンです。野菜やお肉、パンなどを下処理して保存します。チャンネル登録もお願いします。保存作業は購入編動画をアップしてからなので夜中です。朝食の準備をしつつ保存していきます。とりあえず玉ねぎと人参を泣きながら大量にみじん切りして炒めます。オランダ産の玉ねぎは繊維が硬く、味もいまいちだったので使いづらいです。大量にみじん切りして消費していきます。野菜と卵のスープを作ります。鍋に水、きのこ、コーン、炒め玉ねぎ&人参、冷凍ミニトマトを入れて火にかけます。調味料はマギーブイヨン、みりん、醤油、オイスターソースです。分量は適当ですけれども、小さじ1ずつくらいかな、味見して調整してます。最後に溶き卵を回し入れます。消費期限の短いミニフープスを1個ずつラップしてジップバッグに入れて冷凍します。国産ミルクブレッドをスライスします。冷凍する分は厚切りです。おすすめの食べ方は超厚切りです。それを半分に切って切り込みを入れます。表面を少しだけ焼きます。朝食用にクールドリオンクリーミースライスチーズを乗せました。1枚ずつラップして冷凍保存。凍ったままトースターで焼きますが、ピザトーストにしてから冷凍するのもおすすめです。冷蔵庫にあるものを適当に並べていきます。残っていたロゼパスタソースを塗ってから輪切りのピーマン、コーン、クリーミースライスチーズを乗せました。ラップしてジップバッグに入れて冷凍します。こちらはマヨネーズとコーンを混ぜてから広げます。輪切りのピーマンとウインナーを散らしてクリーミースライスチーズを乗せました。同じようにラップしてジップバッグに入れて冷凍です。凍ったままトーストします。開封したチーズはカビやすいので冷凍しちゃいます。クールドリオンは1枚ずつ紙が挟まっているのでそのままジップバッグに入れます。間に少しだけでいいので隙間を入れます。数時間経って固まったところで1枚ずつ剥がしておくと使いやすいです。凍ったまま使えます。賞味期限が近いので半額以下で買えたローマイヤーのウインナーは切ってからジップバッグに入れて冷凍します。炒め用に小口切り、お弁当用に半分に切っておくと便利です。これは朝食用です。斜めに切り込みを入れてからピーマンも一緒に炒めました。朝食の完成です。食後落ち着いたところで冷蔵庫の整理をしていきます。ヨーグルトは開封してばらしてからプラバスケットに並べます。チェリーパンナコッタは家族が食べやすいようにグラスに取り分けていきます。最初にチェリーソースを取り出しておいて、先にパンナコッタからグラスに分け入れます。このグラスはティラミスのです。そしてチェリーソースをかけていきます。再冷凍になってしまいますが、ティラミスグラスと瓶にも入れて冷凍してみました。家庭用冷蔵庫ではゆっくり凍るので割れませんが、念のため袋に入れてます。冷蔵庫解凍で食べましたが問題なかったです。バーボンインフューズドコーヒーの袋にはジッパーがついていますが、私はキャニスターに少しだけ移して 200g ずつフードシーラーで真空パックにしてから冷凍します。パッケージにはせっかくジッパーがついていますけれども、こちらもシーラーで封印です。合いびき肉は調理してから冷凍します。スコップコロッケ用に炒めます。ジョニーズシーズニングソルトをかけました。余計な油はキッチンペーパーで拭き取ります。レンチンしたじゃがいもを潰してから炒めた玉ねぎ&人参、炒めたひき肉を入れます。ナツメグもかけて混ぜます。しっかり混ぜてから表面を整え、冷めたらチルドで保存です。食べるときはレンジで温めて、サラダ油で炒めたパン粉をかけます。残ったひき肉はコンテナに移して、こちらもチルドに入れておきます。家族がご飯にかけたりして消費しました。ハンバーグの種を作ります。ジョニーズシーズニングソルトとナツメグ、
炒め玉ねぎ&人参、片栗粉、牛乳に浸しておいたパン粉、溶き卵を入れてしっかり練り混ぜます。半分に切ったピーマンに片栗粉を振り、ハンバーグの種を入れます。パイレックスに入れてレンジで2分ほどチンします。冷めたらチルドで保存です。レンチンかトースターなどで再加熱してからポン酢などのタレを絡めます。残った種で大量のミニハンバーグを作っておきます。焼いてから冷凍です。今回はフードシーラーを使いました。ラップやプレスンシールよりもコストはかかりますが時短になります。残った炒め玉ねぎ&人参は小分けにして冷凍しておきます。チャーハンやスープに便利です。常温で追熟させていたネクタリンは3日後の朝には香りも強く柔らかくなっていたので、ラップに包んでからケースに戻して野菜室で保存です。冷凍する場合は洗ってから丸ごとラップ&バッグかカットしてからジップバッグに入れて冷凍します。種に当たるところまでナイフを入れて回しながら切り込みを入れます。ルービックキューブのようにひねるだけで簡単にカットできます。ネクタリンは産毛がないので皮ごと食べられる桃です。ビーガンプロテインスムージーは飲料としては残念でしたが、ビーガンケーキの素としては優秀でした。ベーキングパウダー入れるだけで膨らみます。180度に予熱したオーブンで20分焼きました。焼き後数時間経ってからの方が美味しいです。おすすめのレシピはビーガンパンケーキです。混ざりにくいのでブレンダーを使います。豆乳は2回に分けてサラダ油は最後に加えます。あとはホットケーキと同じ焼き方です。キウイとネクタリンを添えてます。蜂蜜もかけました。今週のルーティーンはだいたいこんな感じです。レシピの材料は概要欄にも載せておきます。ご活用ください。最後まで見てくださりありがとうございました。